こんにちは、アンナスです。今日は、チェーンステッチの引き具合の説明をしたいと思います。すごい緩く引っ張ったりとか強く引っ張ったりとか、どれぐらい引っ張ればいいのかっていう話ですね。それでは手元の方にどうぞ。はい、では、チェーンステッチのサイズ感ですね、あと引き具合といろいろちょっと説明していきたいんですけど、アンナスのプチ刺繍っていう本でやっている図案でちょっと説明します。このページ、チェーンステッチっていうページなんですけど、このエッフェル塔のこのなんかリースみたいになってるこの白いところですね。これは3本取りでちょっとゆるく、これはチェーンステッチでやってますよっていう感じで、そのチェーンの穴もちょっと強調して、なんていうのかな、こうリースなのでちょっとこうほわほわした感じ、チェーンですよっていうのを強調したい感じでやっているので、これはちょっと引き方をいつも10で引いているとしたら8ぐらいにとどめておいて、その丸いものをこう残すっていう感じでやってます。で、こういうちょっとふわっとしたやり方もあるし、ここにもあるんですけど、面で刺す場合、チェーンステッチっていっぱいこう並べて面で刺すと、サテンステッチじゃなくてもこう面を埋められるんですね。で、そういう場合はこれ確かね2本取りぐらいで刺して細かく刺していくんです。だからその時にあんまり下の布が見えてしまうと良くない、あんまり綺麗じゃない、なんかスカスカしてるように見えるんで、こういう時面を埋める時は割とこうギュッとひっつめて、でステッチもちっちゃくしてで刺していくんですけど、だからそのチェーンステッチって言っても、その使う時と場合によっていろいろその力加減とかを変えているんですね。で、どういう風にするかっていうのをちょっと説明しようと思います。実際にやってみます。チェーンステッチの時はもう下は玉留めにして、今6本取りなんですけど、そのチェーンですよ、ふんわりさっきのエッフェル塔みたいに強調させる、これはチェーンステッチですよっていう風に強調させたい場合はギューって引っ張らないでちょっとふわっと残す。いつも10で引っ張るとしたら8ぐらいにとどめておいて次に行くと、こういうなんか鎖みたいな感じで、これはこれで可愛いですね。こういうこう連なっている感じが出て、あ、これチェーンステッチだなっていうのが分かります。6本取りだとだいたい結構5ミリぐらいやってますね。で、面を埋めるときはちょっと細かくギューって引っ張っても10引っ張っていいです10引っ張って、でサイズも何ミリ、4ミリ、3ミリから4ミリぐらいの間でちょっとチェーンをちっちゃくしておくんですね。で、いつも10で引っ張るとしたら8ぐらい、逆ですねこっちが8ぐらいと、大きい方が8ぐらいとすると、もうこっちはギューッともう完全に引っ張って、そう力の限り引っ張っちゃいけないですけどね、そこそここう目が詰まっている感じでこうやるとこういう感じになります。なので、その時と場所によって引っ張る力とかサイズ感とかは変えてもらって、今6本取りなんでこの5ミリとか4ミリでしたけど、多分 2,3 本取りぐらいだと2ミリぐらいでよくやってます。私はこっちのちっちゃい方ねは2ミリぐらいでよくやっているので、なので最近割とひっつめるチェーンステッチが多いですね。この辺とかもあんまりこうふわふわ残さないで
一応線の刺繍だけどアウトラインステッチでやったら細すぎるからチェーンステッチ使おうかなぐらいのレベルでチェーンステッチ使ってるんで、あんまりその下の布地を見せたくなかったので割とちっちゃい丸にして、で割とこう引っ張り気味にしてこう刺してます。だからそれをどういう風に使うかによってこの辺とかもめちゃくちゃ細かいです。もうちっちゃいステッチで細かくやって、だからこれをわざとこういう存在感のある、いかにもチェーンステッチでやってますよ、ポコポコして可愛い感じでレースみたいな感じにしたいですよっていう場合は、もうちょっとステッチを目を大きくしてこう丸を強調する感じでやっていくといいと思います。だからどう表現したいかによって変えるといいんじゃないかなと思います。本にねそこまでは書いてないんですけど自分がどういう風にしたいかっていうので見極めてもらえれば、だいたい面を埋めるときはもう10の力でひっつめ気味でやるっていうのがベストかなと思います。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。